皆さんこんにちは、さおりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、畑紹介をしていこうかなと思います。もうね、植え付けからだいぶ時間も経ちまして、結構作物も大きくなってきました。で、今日は7月の18日で、もうちょっとしたら小麦の収穫が始まるかなという感じなんですけど、せっかくなのでうちのこの30ヘクタールある畑、どんな感じになっているかを見ていこうかなと思います。はい、ということでどうぞ。ちょっと農作業の後なので髪の毛がペタッとしておりますが、だいぶね今日涼しくなったので紹介していこうかなと思います。まずなんですが、北海道十勝で農業をしています。就農して8年目になりました。もともとは私の両親が酪農を中心にやっていて、その頃からだいたい30ヘクタール畑があります。現在はその農地を夫である鍛冶職人と受け継いで畑作を中心に農業をしています。なので酪農は自分たちが継いだ数年前にねもうやめてしまいました。乳牛を30頭ほど飼っていたんですけど、やっぱりね朝晩と搾乳があるので結構ね大変でした。やめた理由の大きな原因としては2022年にあったロシアとウクライナ情勢ですね。それをきっかけにね飼料の価格がぐんと上がってしまって、そうなると今度牛を飼う人がいなくなるんですね。なので収入源の一つでもあった生まれた子牛を販売するっていうのもなかなか厳しくなったりだとか、とにかく酪農の経営にかかるコストがぐんと増えてしまったので、やめることにしました。でうちはね30ヘクタールっていう面積なんですけど、そんなに多い方ではないです。多い人だったら本当100ヘクタールとか持ってると思います。そういう人はねきっと自分の農場から畑が遠かったりするのかなって思うんですけど、うちはね基本的にこの農場のすぐそば周りにあるので、近いところから紹介していこうかなと思います。はい、ということでまず1つ目の作物はこちら、小麦です。もう今めちゃくちゃいい色になってきています。もうそろそろ収穫かなっていう感じですね。ちなみに品種は北穂波と言います。主に、うどんとかそういった麺類に使われることが多いみたいです。小麦っていうと麺とかパンとかが出てくると思うんですけど、小麦にもいろいろ種類があって、北穂波だったり夢力だったり、十勝は主にそこら辺かな多いのがあるんですけど、それぞれタンパク質の量が違うそうです。その小麦の品種によってそれぞれタンパク質の量が違うので、そのタンパク質の量がどの食べ物に合うのかっていう風に影響してくるみたいです。ちなみに北穂波はタンパク質はそこまで多くありません。タンパク質が少ないっていうのはグルテンがあんまり含まれていないっていうことになるそうで、グルテンが含まれていないとどうなるかっていうと、サクサクしたりふんわりしたり柔らかいような、食感になります。なのでどちらかというと麺類に向いているんですけど、もう一種類夢力っていうね小麦育てている農家さんもいるんですけども、そっちはねタンパク質が多いです。なのでグルテンが比較的多く含まれています。グルテンが多く含まれているとどうなるかっていうと、もちもちとした弾力だったり生地が膨らみやすいという特徴があるそうなので、パンとかに主に向いています。ちょっとまだ端っこの方は青いですね。青いっていうか緑か、緑色をしてます。だいぶね色が変わってきてますが、こんな感じでねもともとは全体が緑色です。この実がどんどん成長してくるにつれて、葉っぱだったりこの茎の部分の栄養がどんどん上に行きます。そうして役目を終えた葉っぱや茎がねこんな感じでどんどん黄色くなってきて、
畑全体が小麦色になるということだそうです。はい、ちょっと端っこの方だから結構ちっちゃめですけど、でこの小麦は秋巻き小麦と言われて、他の作物はだいたいね春5月頃に植え付けを行うんですけど、秋巻き小麦は9月末に植え付けを行います。種まきですか。9月末に種をまきます。なのでだいたい9月にじゃがいもの収穫を行うんですけど、じゃがいもの収穫を終わったらすぐその畑を整地して小麦を植えるっていう作業になっています。なので結構9月はねバタバタしているんですけども、去年はその大豆の収穫だったりとかあってなかなか小麦をまけるタイミングがなくて、10月のね上旬に種をまきました。でそれから冬の期間はこう越冬して雪の下で、じっと耐えて、こう春になって雪が溶けてからこう追肥をやったりっていう管理作業を行います。こんな感じで小麦が黄色くなってきたら収穫のサインでもあります。収穫はすごく大きいコンバインと言われる機械で行うんですけど、収穫する部分は抜けちゃった。ここの部分に入っている実だけです。かなり長いんですけど、ここの茎の部分は全くいりません。全くいらないといっても、ここの下の茎の部分はね畑に残るので、ロールで丸めて、牛たちのこう藁寝床に敷いたりするのに使ったりします。それも牛屋さんにこう買ってもらってっていう風にやっています。この穂の部分の中にだいたい粒が30から50粒くらい入ってるそうです。で今ね端のやつこうやって引っこ抜いてみたんですけど、だいたい5から10本くらい育つみたいですね。これは7本あります。結構小麦の種ってちっちゃいんですけど、なんていうかな、ひまわりの種のもっとちっちゃいやつみたいな感じなんですけど、それからねこの5から10本できるので、1個30粒から50粒だから、多く見積もれば500粒、1個の種から500粒、よければですけど、よければ1個の種から500粒の小麦が収穫できます。ちなみに小麦畑は3枚あります。ここが 2.3 ヘクタールと、あと3ヘクタール、そして 1.7 ヘクタールあるので、合わせてちょうど7ヘクタール分になります。ということでね、もうちょっとで収穫なので、その様子もねそのうち動画にしたいなと思います。それじゃあ次の畑に行ってみましょう。ということで畑を移動して次はじゃがいも畑にやってきました。こんな感じ。こっちは枕ですね。で通路を挟んでこっちが縦畝です。メイクインという品種を今年はね8ヘクタールほど栽培しています。もうだいぶ前から花も咲き始めて、メイクインはねこの綺麗な紫色になりますが、品種によって花の色は変わります。ちょっと雨が降ってきてしまいましたが、芋をね掘ってみようと思います。何もついてこなかった。ちょっと最近は雨が多いので湿ってる。端っこでこんな大きいか。よいしょ。おお、すごい、もうこんなに大きいんだ。こんな感じです。はい、今少し試し掘りをしてみました。結構大きくなっている。うちは植え付けがちょっと遅くて5月の中旬頃にじゃがいもを植えてます。結構割と皆さんね、5月始まる前くらいにはもう植え付けが完了しているんですけど、うちはねかぼちゃの植え付けもあるのでじゃがいもはね割と遅いです。
今もなんですけどちょこちょこ雨降ったりとか、温度もねそんなに暑くなっていないので順調に芋が成長してくれてます。少しいびつな形をしてますね。一応収穫が9月入ってからかな。だいたいうちはね植え付けも遅いので収穫もそんなに早くないんですけど、まだね全然1ヶ月以上あるのでだいぶ大きくなってくれるのかなっていう感じはしています。種芋ですね、これ種芋。もうしわくちゃになっちゃってますが種芋です。種芋もねこの芋と同じような見た目をしています。で植え付ける時には半分にカットされて植わされような感じなので、だからねこんなね薄っぺらいようになっているんですけど、芋って芽がチュン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 ってあるので、それをね植えることでその芽からまたさらに新しく空気が出て、大きく育っていくっていう形になるそうです。ここの部分が少し青くなってます。ここね、こうするとちょっとわかるかも。青っていうか緑ですけど緑っぽくなってます。このなんで緑になったかっていうと、土の中からちょっと出てったりとかしてね、その部分に光が当たってしまうと青くなってしまうんです。そうなってしまうと有毒成分のソラニンなどもね増えてしまうので、青い部分は厚めに取り除いて食べるようにします。なのでこうやって緑色になってしまっているものはもう出荷することができません。で収穫の時に機械の上で製品と製品じゃないものって分けるんですけど、なのでこういった青いものはね全部ね製品じゃない方に回って、でんぷんになります。でんぷん芋として加工用として出荷します。はい。家で食べるくらいだったらちょっとカットして食べれば問題ないのかなとも思いますが、やっぱり商品としてね出荷するものなので危ないのでね、この部分は取り除くっていう感じになります。はい。雨が降ってきてしまいましたが、次の畑に行きましょう。ということで、じゃがいも畑でした。そういうことで、じゃがいも畑を抜けて、今度はかぼちゃ畑にやってきました。今そっちから来ました。そこがね、じゃがいも畑で、抜けるとかぼちゃ畑になっています。ここずっとそっちのね奥までかぼちゃ畑なんですけど、だいたい半分くらい奥半分くらいは栗大将で、今私がいる方がビニオスという品種になります。1週間くらい前に私が見た時はまだね、こんなにつるが伸びていなくて余裕で歩けるレベルだったんですけど、あ、ついてるついてる。おー、結構大きいじゃんこれ。奥のはまだちっちゃいですね。かわいい。結構大きいね。かぼちゃはここ最近始めた新しい作物になります。なので今年で3年目なんですけど、今年からまたねさらに面積を増やして、これまでは栗将軍と栗大将この2種類だったんですけども、今年からビニオス、エリオス、そしてほっこりうらら、ここら辺をちょっとね追加しました。なのでね、その中でも加工用に回ったりするものもあるんですが、ちょっと味の食べ比べをしてみたいですね。でかぼちゃの面積は全部で7ヘクタールほどあります。ちっちゃい。思ったよりちっちゃかった。こっちは栗大将なのでもうちょっと大きくなっててもいい気はしますが、そこにもでも結構大きくなってきてますね。なんか前よりも色が濃くなってかぼちゃっていう感じ。美味しそう、美味しそう、美味しそう。かぼちゃ畑はここが特に広いんですけど、他にもあと3枚ね畑があります。で今回そのポリポットで植えたりペーパーポットで植えたり、あと直販も行いました。あとね違うかぼちゃ畑の様子も見に行こうかと思います。なんか本格的に雨が降ってきてしまいました。めっちゃ降ってんじゃん。
そう、最近こんな感じなんですよ。ということで、ここはうちの農場から一番遠い畑です。秘境って呼んでるところなんですけど、もう結構伸びてきましたね。雑草がすごいんだけど、葉っぱめっちゃ大きいかも。すごいすごい。わ、すごい。何この虫たち、気持ち悪い。やば。何これ。なんかすごい、ここだけ虫が。めちゃくちゃ雨が降ってきてしまいました。ここはね、やっとつるが伸び始めて、まだそんなに多分実も大きくないと思います。ここは、だいたい1ヘクタールほどで、栗将軍を植えてます。栗将軍はね、1年目からずっと続けているんですけど、最近はできるだけ早く収穫することを考えてるので、その早生の栗大将とかね、そういった品種が多くなってきています。結構土が赤くて、柔らかいは柔らかいんですけど、雨が降るとなかなかすぐ畑に入れるような感じにはなりません。はい、赤土はどうしてもちょっと成長が遅いみたいで、ここね、植え付けも遅かったんですけど、まあ収穫も割と最後の方になるんじゃないかなと思います。あった。やっぱりまだここはそんなに大きくなってないですね。はい、こんな感じで色も薄いままです。さっきの栗大将と比べると結構な違いかと思います。奥にも1個ありますね。もう今日も明日も雨予報なんですよ。今週っていうか2週間くらい結構雨が多いですね。続いてますね。とりあえずね、急いで違う畑に向かおうと思います。はい、ということで次は移動して小豆畑にやってきました。去年はね、試しに大豆を栽培したんですけど、今年は大豆をやっていなくて、豆類は小豆だけです。なので今年はだいたい7ヘクタールくらい小豆があります。ここがね、一番大きい畑にはなるんですけど、他にも数枚小豆畑があります。今まだこの畝と畝の間が歩けますが、もうちょっとで塞がりそうですね。結構大きくなりました。小豆はあんこの原料になります。私も大福とか大好きなんですけど、そのあんこですね。はい。その大豆は、大豆になる前は枝豆として、食べることができて、秋になって乾燥して大豆になるんですけど、小豆はそのなんか前提がないというか、小豆は小豆です。小豆もなんかね、その手前食べれる時期があればいいんですけど、小豆はそういうのはないです。それがちょっと不思議だなって思います、私的にね。で、小豆の植え付けの時は本当に見た目同じようなね、小豆の豆を植えていくんですけど、そのね、一つの種から10から20の鞘がつくそうです。こんな感じで、根っこがあって、結構本数出てますね。はい。で、小豆の場合は黄色い花が咲くんですけど、花が咲いて実がブワってなるわけではなくて、順番に花が咲いて実がついてっていうのを繰り返していきます。よく見ると少し花が咲いてきました。はい、こんな感じ。これもきっと今後咲くっぽいですね。かわいい。こんな黄色いお花です。そう、小豆はしっかりもう乾燥させてから収穫を行うので、うちで育てている作物の中では一番収穫が遅くて、10月ぐらいですね。その頃に収穫をします。はい、ということで小豆畑でした。それでは次の作物を見てみましょう。
したら最後にですね、こちらトウモロコシです。これまでは家庭菜園くらいの規模でやっていたんですけど、今年はちょっと本格的にこの 0.7 ヘクタールの畑にトウモロコシを植えてみました。植え付けの頃からずっと動画にしていなかったんですけども、もうあっという間にねこんなに大きくなりました。もう実がねついてきてますね。実が少しずつなり始めてます。ただここはもともと牧草畑だったんですね。去年牧草畑を潰して大豆を最初植えたんですけど、あんまりうまく育ちませんでした。なので今年も一応堆肥を入れてはいるんですけども、こんな感じでね中はスカスカです。すごい迷路みたいになってるけど、はい、こんな感じで全然生えてないところは生えてません。何が原因だったのかっていうとちょっとはっきりわからないんですよね。大きくなるとね2、3メートルあるみたいです。私が165センチなのでちょっと見づらいんだけど2メートルはありそうですね。2メートルくらいかな。すごいなんか近くで見るとちょっと気持ち悪いんですけど、この一番上にある穂がおしべだそうです。でトウモロコシの実の先から出ているひげがめしべなので、おしべとめしべ、これですね、ひげの部分。このねひげ一本一本が一粒ずつにつながっていて、受粉すると粒になっていくそうです。なのでこのひげの数と実際にこの中に、ね、なってくる粒の数ってほとんど同じみたいですね。不思議です。なんかトウモロコシの特徴としては夜の間に糖分を蓄えて、日中はねその糖分を使って成長していくそうです。なので糖分が高いのは朝になります。よく朝どりってトウモロコシの朝どりを販売してたりするんですけど、なんでね朝早くトウモロコシを取るのかっていうと、まだね糖分を蓄えているタイミングなので、日中暖かくなる前に取った方が甘いですよっていうことだそうです。1本で16から20枚くらいの葉っぱがあるそうです。結構葉っぱも大きいですよね。なんかおにぎり包むやつみたいな見た目をしてます。もう7月の中旬なので8月頭くらいには収穫が始まると思います。去年まで家庭菜園の時はもう一人で朝からコツコツ収穫をしていましたが、今回はね数も多いので何人かで朝早くから収穫を行って箱詰めをしてっていう感じになると思います。すごい楽しみです。そしてですね、結構このトウモロコシの植え付けが種を結構消費して間が空いてしまったので、ここにねまた違う品種エリオスという品種のかぼちゃを植えてあります。この揺するだけですごいですね、花粉が。ほら、うわーやば。はい、ということで農場に戻ってきました。めっちゃ雨が降ってきちゃいました。はい、とりあえずこんな感じでですね、昔と同じように小豆だったりじゃがいもだったり、あと小麦の栽培も行っているんですけど、だんだんねこの天気の影響だったりとか飼料の高騰の影響もあったりして、ビートをやめて牧草をやめてかぼちゃを植えたりコーンを植えたりと試行錯誤しながら今年も頑張っています。ということで、もう少しでねコーンだったりかぼちゃの収穫も始まります。で去年も行っていたんですけど、ネット販売もやっていく予定なので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。めっちゃ雨だ。やばい。